はい、それじゃあ、こちらスペースインベーダーとその時代背景というテーマで、トークショーの方始めていきたいと思います。まず最初にですね、こちらのパネルに登壇いただくゲストの方を紹介したいと思います。ゲーム文化保存研究所所長の大堀康弘さんです。入ってると思います。はい、ちょっと喋ってる。はい、大堀です。今日はよろしくお願いします。こちらのセッションは、非常に我々ファンにとって嬉しい、あまり今まで取り上げてこられなかった話題をちょっといろいろ取り上げつつ話をしていこうかなというふうに思ってます。今回の、テーマ、インベーダーとその時代ということで、大堀さんはまさにこのインベーダー時代をいろいろ体験されているということで、ちょうどね、今日はね、いっぱいいろんな貴重な昔の資料とか出てくるんですけど、こちらゲームマシンの1978年、8月15日ということですから、もうかなりこれ早い段階でインベーダー期待されてたっていうところはあると思うんですけども、大堀さん最初にインベーダーやったのは大体どれぐらいの頃ですか？僕は66年生まれなんですけど、はい、確か記憶によると6年生ぐらいの時にですね、近所の商店街の肉屋の前にですね、テーブル筐体が置いてあってですね、そこで初めてプレーをした記憶があります。ちょうど6年生の時だったと思います。ちょうどその頃にインベーダー登場した。そうですね。ただ僕が住んでるところがですね、八王子市の本当に端っこで、近所の小学校に通うまで40分ぐらいかかるところだったので、もうほぼゲームがなかったんですね。なので多分導入されたのはちょっと遅れてからだと思います。最初の印象とかそういうのは覚えてますね。それでも駄菓子屋っ子だったので、駄菓子屋のゲーム一通り遊んでたんですけども、まずインベーダー見た時に、最初に見た時はですね、絵が動いてる、すげえでしたね。確かに新鮮ですよね。こう全部が動いてる。そうですね。キャラクターが。ビデオゲーム当時ブロック崩しはあったんですけど、それまでのゲームってどっちかというとね、エレメーターとかで本当に豆電球が仕込んであったところに電気がついて絵が見えるみたいな感じだったので、絵自体が動くってことはなかったじゃないですか。でブロック崩しもね、単純にブロックが置いてあるだけなんで、ボールは移動するにしろ図柄がアニメーションしてなかったですよね。もうインベーダー見た時は動いてるこの中でキャラがすごくびっくりした記憶があります。そこがまたすごいところですよね。さあ、このインベーダー、もう8月9月ぐらいになるとテーブル筐体が出てきて、ここから一気にもうヒットするっていう状況になってくるんですけども、このね、やっぱテーブルで喫茶店とかに入ってからかなりバーッと広がった印象はあるんですけども、はい、テーブルタイプが出てからかなり社会的な現象になって、インベーダーブームになったっていうのが僕は当時報道では聞いてたんですけど、さすがに小6なんで喫茶店に自由には入れなかった。確かになんかインベーダーっていうゲームがあるんだよ、すげえって肉屋の前で見てびっくりしたみたいな感じですね。そうですそうです、そして、同時に今回置いてあるブルーシャークとかも登場したっていうことで、この年からいろいろなこの CPU を使ったゲーム、攻略をできるゲームっていうのが増えてきたっていうことなんですけど、ちょっと今日ね、こちらの会場に置いてあるゲームの紹介していこうと思うんですけども、こちらスペースインベーダー M って書いてあります。これちょうどね、右から2番目ぐらいに置いてあるんですけど、これちょっと他のインベーダー筐体とは異質な雰囲気を出してるんですけど、これ実はアメリカで作った筐体で、アメリカのものをまた日本に逆輸入して持って帰ってきた感じのものなんですけども、これがあまりにもインベーダー売れるんで、急遽アメリカから逆輸入してどんどん日本の中にインベーダーっていうもんだったらもう何でも置こうということで逆輸入してきたものなんですけど、これ結構珍しいですよね。僕も今日これ初めて、人間52年やってるんですけど初めて見ましたこれ高井商会さんのところからお借りしたんですけども、これはね、日本語のねちゃんとインストラクション説明が出てて、これかなりね
当時珍しい、まあ今となっては珍しいですけど、当時あったんだなっていうのもちょっと感じられていいなっていう気がしますね。でまあこれも当時の記事に載ってるんですけども、緊急逆輸入ということで、それぐらいすぐにくれ、早くくれっていう状態が続いてたんだなっていうのを感じられますね、これね。さてもう一個この会場にはですね、こちらですね。そちらに今動いている IPM カプセルインベーダーっていうゲームがあるんですけども、これは対等ではなくて IPM 後の IREM なんですけどもが作ったインベーダーゲームということで、まあ、インベーダーのお仲間として今回ちょっと置かせていただいてるんですけど一応たまたまですね、ちょっと資料を借りてきたんですけど、あ、いいものが、これがですね、ちょっと見にくいんですけど、まとめたちね。おわ、すごい。これ当時の IPM カプセルインベーダーカプセル大作戦。そうですね、これ多分2なので、ちょっと右下にもうすでに IPM アイレムのと同じ。はいはいはい。ちょっと後でちゃんとちょうどこの頃に IPM って名前から IREM に切り替わったんですね。なのでこれすごくよくできていただいてですね、インベーダーって言っちゃいけないのかな。このゲームね、やると分かるんですけど、ちょっとアレンジされてて、卵が落ちてきてそれがかえってインベーダーになるとかですね、こう面をクリアしていくとコーヒーブレイクが出てくるっていう、これパックマンよりも早い段階でこういったパックマンより早いコーヒーブレイクがあったっていうことで、ちょっとまあ結構貴重な存在なんですけども、これ今回いいの、これ置いちゃっていいのっていうことはあると思うんですけども、これね、これ当時のカプセルインベーダーの広告ですけども、ここでね一つ重要な概念、許諾品という概念があります。で、当時あまりにもたくさんインベーダーとそのインベーダーの仲間たちがいっぱい出ていたためにですね、生産も追いつかなかったっていうことがあって、対等が認めたものは許諾品として、生産してもよいで、ライセンス料を、払ってもらうっていう形で、いくつかのメーカーは許諾を受けていました。だからまずどんなもんでもインベーダーの偽物だと思われると、そこはまた難しいところも、いいインベーダーといいインベーダーと悪いインベーダーこれ言っとかないとなかなかこうずっと誤解されちゃうと困りますので、これねゲームマシンさん、アミューズメント通信社のゲームマシンさんに載っていたインベーダーゲームの、製造許諾編というところのこうゲーム機総覧というところなんですけども、この一番左側に IPM って書いてありますね。 IPM のインベーダーはこれ許諾品としてこのリストの中に入っています。で実際このテーブル筐体見てもらうと、対等の許諾シールっていうのが上にちょっとね色あせてるんですけど、丸いシールかな。そうですね、ちゃんとね許諾しましたよっていうシールが貼ってあるんで、これはお仲間として認められているという、そういう存在です。で逆にこの製造許諾してないものはお仲間ではないと、これ製造非許諾編っていうのもあるんですけども、そこはちょっと大人の事情でお察しいただきたいなと。ちゃんと仁義を通したかどうかが大事。そうなんです。でこれここ以外にも後にどんどんいろんな会社が製造許諾を受けて、日本物産とかいろんなところが後々許諾を受けて生産するようになっています。なのですべからくインベーダーのこうパチモンばっかりっていうことでもなかったっていうことが一つ言えるんじゃないかなと思います。この頃ね、いろいろありましたね。当時最初から許諾を受けてるんですけど、途中から許諾を受けたもの、そうなんです。半ばなんか途中からなし崩し的にも許諾を出さなきゃいけないみたいな状態になってしまったものっていうのもあるという話を聞いてるんで、当時いろいろきっとあったんだろうなっていうことが想像されますね。でこれ今見てもらうのがこのちょうどカプセルインベーダーを出したアイレムが社名を変える時に作った記念品、これ今日展示コーナーにアクリルのケースの中に入って展示しております。これもゲームマシンの赤木真澄さんが今回のためにちょっとお貸しいただいている貴重な、でもこんなねすごい金型まで作ってこんなん作ってるぐらいですから、これ相当力が入ってる。1段目のずっと4行目ぐらいの名前が気になる名前ちょっとそこはもう
になると。モンスターハンター的な名前です。ああ、なかなかね、なかなかで、まあその中で非許諾品っていうのが存在するのは多分ここに来てる方結構知っていると思うんですけども、今日はですね、まあ、これファンイベントということで許諾を受けているものはこちらに置いてありますけども、許諾を受けていないものも含めて、まあ、長らく僕らが親しんできたものをちょっと見てみようっていう企画で、当時あったものをいろいろちょっと紹介していこうかなと思うんですけども、これもゲームマシーンに載っている記事ですけども、意地悪インベーダー、謎の広告ですよね。こういったものが昔は結構堂々と出ていた。結構おおらかな、まだおおらかなです。まだそうです。これすぐさま違法ではないということがポイントです。これまだこの頃はプログラムの存在自体があまり認められていなかったというか、認知されてなかったので、コピーって何みたいな世界はあったんですよね。だからこの後だんだん厳しくなってくるんで、このインベーダーを契機にいろいろこういったことが考えられるようになって、ソフトの改造みたいなことを考えられるようになってきたっていう背景があるかなと思います。これもね、ちょっとこの辺はちょっとあんまり多くは語らないんですけども、なかなかいろんなものがあったなということでね、ここで当時あったものを実際にちょっとここで映像で見てみようという企画、さあどんどんいきますけど、これさっき広告が出てた南十字星、これ J バリーって書いてあるんですけども、バリーって会社とはあまり関係ありません。これね、一見同じに見えるんですけど、ちょっと違うところがあって、今一歩インベーダー前に一歩出ましたよ。あいつが斜めに打ってくるんですよ。すごい近づけないんです。これは意地悪だなっていう。これで相当厳しいです、このゲーム。しかもね、ちゃんと自分狙ってきますから、下に行けないって、狙うときは一歩前に出るっていうところがまた奥ゆかしいというかですね、分かりやすい。他にもですね、違う要素があって、普通はね、敵少なくなると UFO 出てこないんですけど、こいつは逆さまの UFO が出てくる。そう、バンバン出てくる。しかも UFO を撃つとなぜか仲間が増える。もう全然意味がわからない。何でもありですね。すごい作りをしてるなっていう、相当これ難しいゲームになってますからね。さあ、まだまだありますよ。次はムーンベースっていう、これ日本物産のやつですけども、これ時期の形が違うっていう。これかなりね、見た目は似てるんですけども、音もちょっと微妙に違ってたりして、なぜか UFO が逃げるっていうですね、やらしい動きを、これ後のバージョンでこう 2P 側で動かせたりとか、いろんななんか謎の要素が入っている。これもね、なんでこんなのにしちゃったのかっていう。なんか独自性出したかったんですよね。で、ちょっと違う感じにしようとして作った感じがね出てますけども、こっちイライラするだけっていう。これもね、貴重な当時の実際の基盤から撮ってますんで、次はね、サスペンスインベーダーっていう。これね、よく見るとインベーダーの形が微妙に違ってるのが分かると思うんですけど、隙間ができてる。隙間を抜いてミサイルが貫通しちゃうんですよね。でさらに貫通させて一番上を倒すと5000点が入るという。どういう要素なんだろう。これ通称口裂けインベーダーと呼ばれてて、この裂けてるところをうまく突き抜けて上を狙うもよしっていう。
5000点超えてね、名古屋打ちすると取り放題なんです。ただ名古屋打ちも失敗の可能性が高いんで、なかなかこれ諸刃の剣という。難しいところもあるんですよね。これもちょっと変わってるインベーダーのアリュー改造付きということですね。次スペースボール、これねかなり多くの人が多分覚えている、一番よく知られている。これまずね時期の形が違っててショットも速いんですよね。遊びやすい。なんか聞いたことがありそうな音楽が鳴るっていう。これはねなかなかいろんなところに出回ってます。なぜか花火が上がる。やられた時の曲もすごい印象的ですよね。これ懐かしいですね。でこれね結構面白い要素いろいろあって、これタイマー制になって、3面目はタイマー制になってて、下まで来ると出来が止まったまんまになるんですよね。この辺もちょっといろいろ考えられてるなっていう、まあアリュー品なんですけど考えられてるなっていう。時間内に消すとこうなってそうですね。ちょうどこの面にでさなぎになって次の目から蝶になる。今さなぎなんで動けない。あ、これが今さなぎの状態ってことなんです。次の目から蝶になる。面ごとにねクリア音が違うんですよね。そこもよくわからないところです。さあ次はですねコスミックモンスター。これね明らかに敵の形が違う、音も違う。なんでこんな形にしちゃったのかっていう。でこれはね特に変わり映えしないんですよ。あまりこうちょっと芸がないというか、もう一歩頑張ってほしかった。まあ、こういうの当時はねいっぱいあったんですよね。でこれはですねアップライトに入れるタイプのちょっと違うバージョンで、これはねなかなかないインベーダーズリベンジっていう、インベーダーが逆襲してくる、なぜかエネルギー性になってすごいフリーダムに敵がやってくるっていう。エネルギー持ってくるんですね。これ珍しいですね。これ面クリアするとなぜかドッキングするシーンがあってですね、こう敵を避けながらドッキングするっていう何のゲームなんだか分かんないこんな感じでいろいろまだまだ当時いろいろあったんですけども、この辺は対等の純正の基板を使ってそれをうまく、アレンジというかですね、変えていきながら作ってたっていうあれなんですけど、大堀さんこれは当時やっぱりいろいろありましたかね。そうですね、特にうちの地区ではミュージックインベーダーとかインベーダーパート3と言われた三立さんのやつですね。言っちゃっていいんですかね。死ぬと私ばかりねあれは相当駄菓子屋に入ってまして、やりまくってましたね。あれはね一番よくできてるというか、こうちゃんと遊べる形になってる。完成度めちゃくちゃ高かったですよね。でなんかしょぼい裏技いろいろあって、500点 UFO やっつけた後の500っていうところに球を当てるともう一回音が鳴ったり、ありますね。点数は入んないんですけど出力なのは一回死んだ時に私バカよねが流れてる最中に敵弾がもう一回当たるともう一回バカよねが二重にバカがみたいなあれはひどいですよね。けどあれ完成度めちゃくちゃ高かったですよね。あれはかなりこうみんなの記憶に残ってる、
謎の製品ということだと思うんですけども、こういったものも含めて当時そういったものが作れる土壌ができたっていうのもやっぱり初代のインベーダーがあったからっていうことらしいんですけども、そんな中で当時良くない、この辺はまだ良くないんですけど、まだ遊べるものの形で、それ以外にも本当にそのままデッドコピーしてるようなものとか基板を丸ごとコピーっていうのもあって、そういったものは本当にこうその後淘汰されていくことになる。闇インベーダーとか潜りインベーダーっていう謎の言葉でね言われてたんですけども、こういったものが結構横行してた時代、ある意味いろんなこう混沌としたことがあった時代なんじゃないかなっていう感じてるんですけども、そんな中でも、インベーダー自体がそれは悪いんじゃなくて、それはソフトウェアっていう新しいものが出てきて、でそこでゲームが作られるようになって、それを改造していろんなものができるっていう、ある意味新しい時代の始まりだったっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。でその中で最初はすごい世間に叩かれてたんですけども、インベーダーやがて、そのインベーダー自体が悪いんじゃなくて、そういう遊びの中で、そのルールを決めてやっていこうという形にだんだんなっていったっていうことなんじゃないかなと思うんですけども、これねもうインベーダーブーム79年のもう7月とか8月だいぶ終わりの方になってるんですけども、これは、ね、当時からそういうふうなことを言ってた人もいたんだなって。これ扇千景さんですからね、ここ出てるね。だからそういった時代もあって、当時そのインベーダーも含めて、インベーダーの時代っていうことがいろいろあったんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですけども、僕たちまだ小さかったんで、その当時はねあんまりそういう細かいこととか分からずに遊んでたところはあると思うんですけど、今思うといろいろあったんだなっていう、大変そうだなっていうことは感じると思うんですけども。ちょうどこのインベーダー系の裁判で判例がやっと出たの僕らが多分高校生ぐらいの。そうですね、やっとそれぐらいの時にっていう。だからそれまでは本当にいろんなものが整備が遅れてたっていう状況があったっていうことなんですよね。つまり、僕らどういうことが言いたいかっていうと、そういったものの発端になったスペースインベーダーっていうのをぜひこれからも、こういったものも含めて残していきたい、残していけたらいいなっていうふうに思ってます。決して個々では、良くないこと悪いこといろいろあると思うんですけども、それを経て、今の時代ソフトウェアっていうものがいろいろ見直されて、ゲームをそこの上で遊ばれる、そこで攻略をするっていう意味ではかなりインベーダーが攻略をするゲームとしてはかなり先駆けていたんじゃないかなっていうふうに思います。ちょうどこれ攻略本を持ってきたんですけど、これ日本で初めて出たゲームの攻略本、多分皆さんご存知だと思うんですけど、ヘラルド出版さんから出た、多分アマゾンでまだ今買えますから。これでも相当高いですよ今。だいぶ高くなっちゃったんですけど。これすごいいいものなんです。ちょっとだけ話していいですか。はい。これすごいのはですね、当時からその攻略本として掲載が整ってですね、ゲームの書き方から裏技まで入っていて、あと最後にそのインベーダーっぽいゲームがいっぱい、各社のインベーダーっぽいゲームが出てたりですとか、であとビデオゲームのある程度リストも出てたりとか、かなり完成度が高い。ちょっと今こっちに持ってこなかったですけど、これあまりによくできてたんで、多分アメリカでは台東さんがこれをちょっともう少しスリムにしたやつを販売されてたりで、なんで、すごいゲームですよね。いや本当にね、そういったものができたのも最初だし、やっぱりみんなが一生懸命スコアを目指すっていう、ピンボールとかはありましたけども、ビデオゲームで初めてここまで奥深く遊べたものっていうのはあんまなかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。特にシューティングゲームっていうねジャンルとしてはやっぱり一番早い大きな足跡だったんじゃないかなと思うんで、これがなかったらその後の日本のゲームの躍進、日本から出てくるゲームとかもちょっと一歩遅れてたかもしれないっていう、そんな気もしますね。
いろいろそのいい例だ悪い例だの話あるんですけども、そういうのも含めてやっぱり産業として大きく花開いたのはこの時期だと思うんですよね。なのでタブー視するだけじゃなくて、そのきっちり残していくことがすごく大事かなというふうに思います。はい、そういうことでですね、今回はですね、非常に扱いづらいテーマではあったんですけども、こういったねファンでみんなが集まって当時のことを懐かしむっていう意味では、こういったものも含めてこれからもどんどんいろんな、遊べる機会とかイベントができる機会とか持てたらいいなと思ってますんで、また引き続きぜひねご支援いただければと。ということで今日は短い時間でしたけどありがとうございました。